こんにちは、つんです。毎日危険な暑さが続いていますね。ということで今回は夏に欠かせない必需品の中から特に買ってよかったアイテムを厳選して4つご紹介します。実際に使ってみて感じた残念だなと思ったポイントも正直にレビューするので少しでも参考になれば嬉しいです。特に最後は想像以上に便利だった商品も登場しますのでぜひ最後までご覧ください。はい、まずはこちら。木陰プラスアクティブ5段ミニ。酷暑の外出に心強い高機能な日傘です。実はマツコの知らない世界で紹介された時に欲しいと思ったらすでに完売していて、しばらく無理そうだなと諦めていたんですけど、今は在庫も復活しているようですぐに購入することができました。木陰プラスは名前の通り、木陰のような涼しさを目指して作られた日傘で、東レのサマーシールド2を採用。生地は特殊な3層構造でできていて、紫外線はもちろん赤外線や可視光線もくまなくカットしてくれます。もちろん遮光率も UV カット率も 100%。そして遮熱率は業界トップクラスの 67%。とにかくもう外が暑すぎるので少しでも涼しく感じる日傘がいいなと思って私は遮熱率を重視して選びました。メーカーの検査では傘なしに比べて頭頂部の表面温度は最大40度も違うそうですよ。どんな日傘でも多少は涼しく感じるものですが、木陰プラスは日差しをしっかり遮ってくれて、じりじりとした太陽の熱を感じなかったですね。晴雨兼用で耐水圧は 27,000mm 以上。数字を言われてもピンときませんが、急なゲリラ豪雨にも対応できるレベルだそうです。開閉は手動なんですけど、閉じるとある程度は自動的に畳まれるタイプ。骨をポキポキ折る手間はありません。ただ形状記憶ではないので綺麗に畳むのはちょっと手間かなって思いました。代わりに袋が横開きで大きめに作られているので、こんな感じで適当に畳んで膨らんでいてもさっとしまえるところがポイントです。ケースにはフックもついていました。今まで使ってた日傘は縦型の袋できっちり畳まないと入らなかったのでかなり楽になりました。あとバンドの留め具がボタンではなくて太めのメインファスナーになっているのも使いやすかったです。で、これは畳むと全長が18センチとかなりコンパクトなので小さめのバッグにもすっきり収まります。その日に使うバッグによってはケースなしで縦に入れても良さそうです。重さを測ってみたらケース入りで 222g、 ケースなしだと 204g でした。だいたいスマホぐらいの軽さですね。軽いのは嬉しいことなんですけど、その分風が強い日は少し煽られやすくてちょっと持ちにくいなと感じることがありました。折れたりおちょこになったりってことはなかったんですが、強風の日は少し注意が必要かなと思いました。で、私はサンドベージュを選んだんですけど、他にパールホワイト、ミッドナイトブルー、そして限定色のアイスグレーがあります。日傘選びに迷っている方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。夏の買い物やお弁当の傷み防止に欠かせない保冷剤。お店でもらったのを再利用している方も多いと思いますが、厚みも形もバラバラなので冷凍庫のスペースを無駄に圧迫するのが悩みでした。はい、ということでこちらを購入。ステンレス製の保冷剤です。錆に強い SUS304 ステンレスでできていて、プラスチック製の保冷剤のように破れたり中身が漏れるといった心配がありません。化学保冷剤もジェルも不使用。中身は無菌水だそうです。私は手のひらサイズの S サイズを購入しました。サイズは横 12.7、縦 7.6 センチ、厚さは 1.6 センチ。お弁当箱にちょうどいいぐらいのサイズ感です。他に一回り大きい M サイズや丸型もありました。スリムながら立てて収納できるので冷凍庫もすっきり。
平らなので食材の下にも敷きやすく、急速冷凍にも役立ちます。ステンレス製は匂い移りもしにくいし、汚れたら丸洗いできるので衛生的です。保冷持続時間は一般的な保冷剤と同じくらい。重さは 235g。ジェルタイプに比べると重いっていうのがデメリットではありますが、個人的には保冷剤のごちゃつき問題が解決してプチストレスが減りました。はい、お次はこちら。風呂敷タイプの保冷クロスです。最近 SNS でもバズっているのでご存知の方も多いと思いますが、重ねるだけでピタッとくっつく特殊な素材でできていて、結ぶ手間がないっていうのが最大の特徴です。結構しっかりくっついて横に引っ張る力では外れないのに、めくると簡単に外れます。マジックテープとも違う新感覚のピタッと感。しっかりした生地で手触りは薄手のフリースっぽいような感じです。裏面はアルミ仕様になっていて、冷たさも暖かさもしっかりキープ。保冷と保温の両方に対応しているのでオールシーズン活躍します。サイズは縦横55センチと大きめなので、お弁当を包むにはちょっと大きすぎるかなと思いました。私は日々の買い物に使おうと思って購入しました。中身に合わせてピタッと包めて、保冷バッグよりも隙間ができにくいので、しっかり冷たさをキープしてくれそうです。これなら常温のものと一緒にバッグに入れることができるので、荷物を一つにまとめられるというところもいいなと思いました。風呂敷は形が不揃いで安定しない荷物も懐深く包めるというのが大きなポイントですよね。はい、ということで先ほどご紹介したステンレス保冷剤を包んで買い物がてら半日持ち歩いてみることにしました。この日はあちこち寄り道をして3時間後に無印良品に到着。電車と食事以外は外を歩いていたんですけど、まだ中は完全に溶けていませんでした。いつもだったらここでちょっと断念する冷凍食品を買って帰ります。冷凍食品1個につき1つもらえる小さい保冷剤も5つ追加して包みました。で、帰りもちょっと寄り道をしたので、無印で買ってから1時間が経っていたんですけれども、ソフトクリームが溶けてなかったです。他の冷凍食品も溶けることなく持ち帰ることができました。外出から帰宅まで4時間ほど持ち歩いていたんですけれども、ステンレス保冷剤はまだ冷たかったです。感覚的には9割は溶けてると思うんですけど、まだ中に氷が入っている音がしました。無印の保冷剤は実質1時間しか持ち歩いていないということもあって、まだ半分以上凍っていました。この保冷クロス、想像以上に効果を実感できて大満足です。はい、お次はこちら。キーナイスのポータブル扇風機。これは2年前に防災グッズの一つとして購入したんですが、使い勝手が良すぎて夏は日常的に愛用しています。直径20センチの折りたたみタイプでめっちゃコンパクトなので、オフシーズンの収納時にも場所を取りません。小さいけど基本的な機能は全て揃っています。まず広げるとこんな感じ。ヘッドは上180度、下には5度の範囲で自由に角度を調整することができます。そして高さは38センチから102センチまで無段階で調整が可能です。重さも1キロ弱でとっても軽いので、家中どこでも楽に持ち運ぶことができます。風量は微風、弱、中、強の4段階。私は微風で空気の循環とか除湿に使うことが多いんですけど、微風は本当音も気にならないし、風も柔らかくて文句なし。ちょっとアングルが悪くて伝わるかわからないんですけど、コンパクトな割には風量もしっかりあると思います。今日だとリビングの端まで風が届いていました。さらにタイマー機能や首振り機能もついています。
首振り機能は本体が回転するシステムで左右60度の範囲で風を届けてくれます。難点を挙げるとすれば、ボタンが目立たなすぎてどれが何のボタンかちょっと分かりにくいっていうとこなんですけど、単純な操作なので慣れたら問題なかったです。はい、そしてリモコンもちゃんと付属しています。しかも LED ライト付き。明るさ調整も3段階あって夜の常夜灯代わりにもなります。リモコンは本体にマグネットでくっつけておけるので、リモコン置き場にも困らないのが地味に嬉しいなと思いました。USB で充電するタイプでおよそ4時間から6時間でフル充電が完了します。作動時間は風量モードにもよるんですけど、最短で4時間、微風モードなら最長30時間。バッテリー残量を気にせずつけっぱなしにしたいときはコードをつないだまま使うこともできます。さらにこのデザインのアクセントにもなっているレザー調の取っ手もついていて、好きな場所にかけて使うこともできます。吊るした状態でもヘッドの角度を動かせるので、リビングで空気を循環させたり、お風呂上がりの脱衣所とかキッチンとか部屋干しの生乾き対策などなど、風が欲しいところに簡単に設置できてめちゃめちゃ便利でした。小さくて運びやすいのでアウトドアにも良さそうですね。うちは猫がいるので、猫が届かない場所にかけて使えるっていうのがすごく助かります。普段のお手入れは掃除機でホコリを吸うだけなんですけど、前のガードや羽を外して掃除することもできます。シンプルな構造なので分解に迷うこともなくて、パーツが少ないからお手入れも楽ちんでした。コンパクトな上に使い勝手が良くて本当に買ってよかったなと思いました。はい、今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておきます。どれが気になったかぜひコメントで教えてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。